ご視聴ありがとうございます。今回は主要幹線の小さな駅に迫ります。普通列車だけが止まる無人駅に外国人観光客が増えている理由と、この駅ならではの施設に注目です。ここは JR 函館本線の小樽駅です。この駅舎は1934年、昭和9年に改築された3代目です。ホームは2階にあたる階層にあり、改札の前は吹き抜けになっています。函館本線は函館駅から旭川駅までを結ぶ全長 423.1 キロの路線です。総延長は道内最長である一方、区間ごとに性質が異なり、全線を通し運行する列車はありません。小樽駅より西では1日20本足らずしか列車がない一方、東は札幌市の通勤圏に含まれ、列車本数が激増します。途中の手稲駅などで札幌方面に折り返す列車もあるほか、およそ30分に1本、新千歳空港直通の快速エアポートもあります。一方私が乗るのは、その前に出る普通列車です。ホームに向かいます。寒さ対策と雪が入らないようにするため、階段エスカレーターの降り口までがドアで区切られています。快速が6両編成の一方、普通は3両か6両で、指定席もありません。これは先ほどのカットにも映っていた、88年11月登場の721系です。ドアは1両あたり3カ所で、デッキで区切られているものの、換気のためにドアは開けられています。制御装置が床上にあるのか、加減速の時の音がはっきり聞こえます。今回私が向かうのは3駅目の朝里駅です。南小樽、小樽築港の両駅は小樽市の市街地にあり、快速エアポートも止まるのに対し、朝里駅には普通列車だけが止まります。快速エアポートは小樽築港を出ると6駅先の手稲まで止まりません。札幌までの各駅で朝里駅は乗車人員が一番少ないです。また、この駅だけは2014年度のデータになっています。小樽築港を出てほどなく、列車は海岸線に沿って走ります。山がギリギリまで海に迫っているため、トンネルや落石避けを通過しながら走る区間もあります。この光景は2駅先の銭箱駅のあたりまで続き、朝里と銭箱の両駅は、駅が海の間近にあります。40キロ余り向こうには石狩湾を挟んで対岸があるのですが、この日は海も大しけで、天気も悪いので向こうは見えません。なお、隣の銭箱駅との距離は 8.8 キロ。途中の駅が廃止された影響もありますが、山と海に挟まれた住宅の少ない場所です。一方衛星写真を見る限り、朝里駅の周りにはそれなりに住宅があるようです。ホームは200メートル余りあり、9両編成も止まれますが、6両編成が止まるところだけが除雪されています。冬場は半端ではない雪が降るだけに、必要最低限の除雪で手一杯なようです。ホームに降ります。ドアにステップがある上、除雪されているとはいえ雪が積もっているので、注意深く降ります。雪が舞い、海からの風が吹きつける中、車掌の笛が響きます。上下線の脇にホームがある、相対式と呼ばれる構造の駅です。小樽駅はホームが2つ、線路が4本で、引き上げ線なども何本もあったのに比べ、やはり簡素な構造です。また、見渡す限り屋根がほぼありません。そしてあちらのホームには、列車の写真を撮る人の姿があります。こちらのホームにいる人もすぐに駅から出るのではなく、発車する列車を見送っています。あの人たちは、この駅自体に用がある観光客です。数十メートル横には海があり、海岸には波が絶えず打ち寄せます。風も強く、一方で人通りは少ないので、波と風の音だけがひたすら聞こえます。ホームの前寄りに向かいます。歩くたびに足元の雪が踏み固められ、ギシギシという音が響きます。上下線は跨線橋でつながっています。これは1971年に作られたもので、少し前に塗り直され、見た目はすっかり綺麗になっています。中はこんな感じです。エスカレーターやエレベーターはなく、雪が吹き込まないようにするドアなどもありません。一方、段のところには滑り止め加工がされ、さすが北海道といった感じです。跨線橋の横にはベンチがあるものの、
雪や風を防げる設備ではないので、座っている人はいません。安心して列車を待てる場所がなさそうですが、その心配はありません。この先すぐの場所に、朝里駅の駅舎があります。JR 北海道の駅、特にローカル線区では、貨車を改造して作った駅舎を使っている駅もありますが、この駅の駅舎は割としっかりした作りです。駅舎に入ろうとしたところで、小樽行きの快速エアポートが通過です。この周辺にきつめのカーブがあるからか、スピードは時速70キロほどです。快速エアポートで運行される721系は、最高速度時速130キロの性能があります。最高速度よりかなり遅いですが、雪煙のおかげで速く見えます。そして反対側から、新千歳空港行きの快速エアポートが通過です。日中の快速エアポートは1時間あたり2本で、この駅付近ですれ違うものもあるようです。721系は後継車両への置き換えが進み、快速エアポートでは数を減らしたものの、今回は2本とも721系です。いよいよ指が効かなくなってきたので、駅舎に入ります。なお、トイレは駅舎の出入り口のさらに奥にあり、ホームから直で入る場所です。入り口は横引き式のドア。そして正面には改札機があります。これは IC カード専用で、切符は手前の回収箱に入れるシステムです。改札機にはパタパタするやつがなく、切符で利用する乗客はそのままスルーできます。元は全体がコンクリの床だったところ、ここ10年余りの間に赤い絨毯が敷かれ、印象が大きく変わりました。また、改札機と IC カードの読み取り機の組み合わせだった機械が、今のスタイルになっています。そしてこの駅、出入り口の上にはこんなものが。札幌周辺の運行情報を表示するモニターで、小樽方面、札幌方面の発車案内も出せます。なお、大写しなのは最初の列車で、2番目の列車は下の影っぽい場所にあります。列車の走行位置や両数も載っており、ビジュアルでわかりやすくなっています。ちなみに、函館本線は函館駅を起点に上下線が決まっているので、小樽方面が上り、札幌方面が下りという、駅の規模とは逆の関係になっています。この駅は小樽駅が管理しており、列車の遅れは小樽駅から放送で案内されるようです。快速は止まらないとはいえ、日中1時間あたりおおむね2本、朝夕は最大6本あります。なお、簡易式ながら自動券売機もあります。JR 北海道の稼ぎ頭である札幌駅周辺の通勤圏にある駅であり、空調も効いており、横には10人以上は待てる椅子もあります。無人駅とはいえ、それなりにしっかりした設備です。そして、これらのカットは人がいないタイミングで撮っていますが、この駅は外国人観光客で賑わうこともあります。2015年、この駅は日本に新婚旅行に来た夫婦を描いた映画のロケ地になり、映画は中国で公開されました。韓国では99年にヒットした日本映画が16年に再上映され、反響を呼びました。こちらの映画は朝里駅の近くの中学校がロケ地の一つで、朝里の人気が高まっているというわけです。また、海が間近にあるロケーションのため、映画やドラマ、ミュージックビデオなどのロケ地としてよく使われています。一方、それらの観光客が線路内に入ってトラブルになることもあるらしく、頭の痛い問題です。駅の外に出ます。ドアを開いてすぐに階段があるので、転ばないように注意が必要です。海が近いこともあり、駅舎の海抜はわずか4メートルです。駅舎はこんな感じ。最寄りのバス停は数百メートル離れた大通りにあり、この道路に来るバスはありません。駅前とはいえ、お店がほとんどないため、かなり閑散としています。札幌寄りにある踏切へ向かい、線路の反対側を目指します。途中にある川には氷が張り、すぐ向こうは大敷の海です。道路を右に曲がり、踏切を渡ります。この脇には変電所らしき建物があり、高圧の電気が流れることで生じる、ジッという音が鳴っています。上下線の間には、線路をさらに1本敷けそうな場所があります。かつては200メートルほど札幌寄りに駅があったそうで、それとの兼ね合いもあるのでしょうか。踏切を渡ると急坂に突撃です。序盤のカットでもちらっと映っていましたが、海と反対側には崖があり、道路も急坂になります。さすがにホームの脇にあった崖ほどの傾斜ではありませんが、少し歩いただけで海抜が6メートル上がり、海抜10メートルの看板に遭遇です。そう、朝里駅周辺の市街地は、
大半がこの斜面や崖の上にあります。駅前が寂しいのと、バスが駅前に来ないのも、それが理由です。そしてこの駅ならではの施設が、この先にあります。先ほど来た道を戻り、坂道を降ります。快速エアポートの通過かと思いきや、謎のラッセル車を見つつ、踏切までやってきました。ただし、今度は踏切は渡らず、左に進みます。小樽方面行きホームに向かって、雪を踏み固めた跡が続いています。実はこの駅、駅舎と繋がっている札幌方面行きホームだけでなく、反対側の小樽方面行きホームへも直接入れます。横にはこんな看板があるものの、除雪もされており、黙認状態のようです。段差に注意しながらホームに入ると、左側には乗車駅長名所の発行機が。駅舎につながる跨線橋はこれよりずっと奥にあるので、ここから駅を利用する人向けの設備なのは明白です。そしてこの駅ならではの設備が、この先にあります。ホームの途中にある小さな待合室。そこには駅舎にあったのと同じような改札機があります。ただし、通り抜けることはできません。これこそが、朝里駅名物、通り抜けできない改札機です。これは2018年に設置されたもので、先ほどの場所から出入りする人々のための設備です。踏切を渡ったり、跨線橋を渡って反対ホームの駅舎に行かなくて済むようになっています。通り抜けできた方が楽ですが、もともとある待合室に組み込んでコストを減らすため、このような配置になりました。究極的には IC カードをタッチして乗降履歴を記録できれば問題なしです。本来なら駅舎自体を市街地に近い側に作りたかったところですが、土地が狭く、しかも崖崩れのリスクもあり、断念されたようです。札幌や小樽からもアクセスしやすいので、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。